皆さんこんにちは、幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。皆さんはアニメ鬼滅の刃が好きですか？私は大好きで、ずっと新しい映画が出ることを楽しみにしていたんですが、週末ついにこの映画を見ました。すっごく感動しました。漫画を全部持っていて何回も読んでいるのでストーリーもよく知っているんですが、アニメのクオリティが高すぎて今までで一番すごかったと思います。音楽も最高でしたし、出てきたキャラクターみんなかっこよかったです。日本ではこの映画は2025年の7月18日から始まりました。私はその10日後に見に行きました。オンラインでチケットを予約するとき、映画館のウェブサイトは混んでいて時間がかかってしまうぐらい人気でした。人気すぎて映画のパンフレットはもうソールドアウトしてしまい、グッズも人気キャラクターのものは全部ありませんでした。それでも映画館でこの映画を見て本当に良かったなと思います。今日はこの映画鬼滅の刃無限城編第1章のレビューをします。良かったこと、絶対に見た方がいい人、見ない方がいい人、泣いたシーンの話をします。この映画のストーリーのネタバレはしないように話しますので、これから見る人も安心して聞いてくださいね。良かったところ1、アニメーションがすごすぎる。鬼滅の刃はスタートした時からアニメーションが本当に綺麗で、今までずっと素晴らしかったんですが、今回の映画は前の、無限列車の時よりさらにハイクオリティのアニメーションになっていてびっくりしました。無限城に炭治郎や柱、鬼殺隊のみんなが落ちていくシーンからスタートするんですが、城の中がすごく動くので、もう遊園地のアトラクションに乗っている気分になることができます。まるで大きな大きな街みたいにずっと無限に続くお城の中がすごすぎて、落ちている時ちょっと怖かったぐらいです。この感じは家の小さいスクリーンでは絶対に体験できないことなので、本当に映画館で見るのをおすすめしたいです。それから最初に、私は漫画を読んだのでストーリーは全部知っているという話をしました。普通漫画が映画になると時間が少ないのでかなりストーリーが変わることが多いんですが、この映画はストーリーが漫画と本当に同じでした。漫画ではこの16巻、17巻、18巻ぐらいが、ちょうど映画のシーンになるんですけど、映画はこのストーリーが漫画と本当に同じでした。それでも私は満足しました。それは漫画で描かれている世界とはスケールが違うからです。漫画はやっぱり人が描く絵なので、あまり遠くのバックグラウンドは見えないんですが、無限城の細かいディティールの世界で物語が続くので本当にリアルでした。それから漫画では出せないアニメーションの
エフェクトがすごすぎました。特に水の呼吸のエフェクトってすごく美しいんですよね。まるで北斎の絵みたいに日本の伝統的な水の描き方をしているので大好きなんですけど、本当にたくさん見ることができました。この映画で初めて見る柱の技などいろいろなアニメーションがすごすぎて、最初の30分ぐらいずっと口を開けたまま映画を見ていたと思います。本当にアニメがハイクオリティだったので、この映画を作った UFO テーブルさんには感謝したいです。こんなにすごいアニメが作れるなんて日本人として嬉しいですし、本当に誇りに思いました。良かったところ2、音楽が最高。音楽もアニメシリーズと同じで本当に最高でした。私は鬼滅の刃コンサートに行くぐらい鬼滅の刃の音楽が大好きなんですけど、今回の映画も出てくるキャラクターで戦いの音楽が変わっていて、特に富岡義勇が戦っているシーンの音楽はとても好きで本当にいいなと思いました。スタジオジブリもそうなんですが、やっぱり名作と言われるアニメは音楽も最高だと思います。良かったところ3、鬼殺隊のみんなが全員集合。今回は本当にたくさんのキャラクターが出てくるので、誰が見ても嬉しい楽しい映画だと思います。前の映画、この無限列車編ではメインが煉獄さんと炭治郎、善逸、伊之助がメインでしたから、自分の好きな柱は出てこなかったという人もいるかもしれません。でも今回は本当に全員出てきます。しかもみんなめちゃくちゃかっこいいし、村田さんとか普通の人も頑張っています。素晴らしいチームワークを見ることができました。鬼殺隊頑張れ、負けるなと応援したくなるような映画だったのも良かったです。良かったところ4、声優さんが素晴らしい。鬼滅の刃はすごい声優さんばかりが出てくるアニメで、この映画でも声優さんはみんな良かったんですが、今回は鬼の声優さんが特に素晴らしかったです。その良かった声優の一人は、この映画の鬼の主役、赤座役の石田明さんです。石田さんは新世紀エヴァンゲリオンの渚カオルや銀魂の桂など静かな人の役が多いんですが、赤座はよく話すし、大きな声で叫んだり強い気持ちを見せる役でした。新しい石田さんの演技を見ることができてよかったです。彼は57歳なんですが、子供の時の赤座の役もやっていて本当にすごかったです。もう一人はドーマ役の宮野真守さんです。このドーマという鬼は人をイライラさせるキャラクターなんですが、声がぴったりで宮野真守さん以外はドーマはできないと思うくらいでした。泣いたシーン。この映画のハイライトは赤座との戦いです。赤座が出てくるシーンはとても長いです。この映画の
半分ぐらいあると思います。無限列車の映画を見てみんな赤座が嫌いになったと思うんですけど、この映画を見た後はそれがちょっと変わるかもしれません。鬼滅の刃のいいところは悪役である鬼のバックグラウンドがよくわかるところだと私は思うんですが、この赤座が人だった時の話は今の鬼の赤座からは考えられないようなストーリーでとても感動しました。泣いている人も多かったです。赤座は体に青い入れ墨タトゥーがありますが、どうしてあるのか、赤座の技に出てくる雪のマークの秘密もここでわかります。この映画を絶対に見た方がいい人、まずここまで鬼滅の刃シリーズを全部見たという鬼滅ファンは絶対に見た方がいいと思うんですが、特に善逸、胡蝶忍、富岡義勇、そしてもちろん炭治郎、このキャラクターが好きな人は絶対に見てください。見に行かなきゃダメです。忍さんは大事な戦いのシーンがあるので、ファンはしっかり見た方がいいと思います。このチラシでもよくわかる通り、いつもニコニコしている忍さんがずっと怒ってます。珍しいシーンがたくさん見られるのでいいと思います。それからこんなことを言うと善逸のファン、日本には善逸のファンがたくさんいるのでちょっと怒られちゃうかもしれないんですが、私は善逸はいつもちょっとかっこ悪いのであんまり好きじゃないんですけど、今回の映画の善逸は今までと全然違いました。最初から最後まで真面目でちょっと怖くて強い善逸だったのですごくかっこよかったです。私は煉獄さんのファンなんですけど、富岡義勇も大好きで、富岡義勇ファンも、絶対に見た方がいいです。めちゃくちゃかっこいいです。あともちろん炭治郎のファンは見た方がいいです。炭治郎って毎回すごい成長するんですけど、今回の成長は本当にアナザーレベルですごすぎる成長をします。伊之助は今回よりも次の映画でたくさんかっこいいところが見られると思います。伊之助のファンは次の映画を楽しみにしていてください。この映画を見ない方がいい人、今までこの映画の素晴らしいところを話してみましたが、映画のレビューサイトを見るとすごいいい評価をした人と悪い評価をした人がいました。悪い評価をした人のコメントを見ると長すぎるというものがすごく多かったです。確かにこの映画2時間半もあって子供も見る映画ではこれはすごく長いと思います。しかもずっとジェットコースターに乗っているみたいに緊張するシーンが続きますし、コメディのシーンも少ないのでだんだん疲れてきます。私の7歳の娘も最後は疲れていました。こんな鬼滅オタクの私でも疲れるレベルでしたから、アニメシリーズをあんまり見ていない人やこの映画が人気だから見たという人にとってこの映画は長くてつまらない映画なのだそうです。前の映画の無限列車は出てくるキャラクターも少ないしストーリーも分かりやすいので、この映画だけでも
面白いと思いますが、今回の映画は鬼滅ファンのための映画だと思います。アニメシリーズを最後まで見ていない人にはおすすめできません。全部見てからこの映画を見に行きましょう。無限城に行きましょう。あとグロテスクなシーンも結構たくさんあるので、子供や苦手な人は時々スクリーンを見たくない時があるかもしれません。それから長いので映画の途中でトイレに行く人もたくさんいました。もちろんこの映画が子供にも人気だからということもあるんですけど、映画を見る前に必ずトイレに行ってから無限城を楽しんでください。ということで今日は、鬼滅の刃無限城編のレビューをしてみました。ちょっと長い映画なんですが、アニメのクオリティ、音楽、キャラクター全部が最高でした。鬼滅のファンが見たかったものを全部見せてくれる映画です。絶対に映画館で見た方がいいと思います。この後の映画にはもっとすごい戦いがあります。次の映画を見るのが今から楽しみです。皆さんの国では8月や9月にスタートするところが多いと思うんですけど、始まったら鬼滅のファンの人は絶対に行ってください。と満足すると思います。このチャンネルではアニメや漫画について優しい日本語で話しています。もっと日本のアニメ漫画を読んだり見たり楽しんだりできるようにお手伝いできたら嬉しいです。それではまた。